スコチコンポテトです。今日もデータ分析やっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、ゴールキーパーディレクティングディフェンス調べてみたやっていきたいなと思います。ということでですね、新しいスキル来ましたね。ついにね、やっと使えるっていうところで、謎に1週間なんか寸止めクラスべみたいな感じなんですけども、このゴールキーパーディレクティングディフェンス、これどんなもんなのかというところをね、今日は調べていきたいなと思います。しっかりね、時間かけて調べてみたんで、見ていただければなと思います。まずはですね、ゴールキーパーディレクティングディフェンスというところで、これはディフェンスの選手に、味方のディフェンスの選手にディフェンス能力上がりますよという説明になってますよと。説明の仕方がね、フォートレスとかと同じなので、フォートレスの時と同じような検証をしていければ、一概見えてくるかなと。今までのね、検証を見ると、そんな大きな違いないんじゃないかなと思いつつですね、ちょっとでも、なんか期待もしながらですね、いろいろそういう気持ちもありながら見ていきたいなと思います。検証方法なんですけども、ディフェンシブサードのところでですね、ドリブルをして、それを正面からね、ボールダッシュをしに行く、そんな形でやっていきたいなと思います。ここのね、成功率っていうんですかね、それで見ていきたいなと思うんですけども、この弾いた時のですね、ここのボールの行方ですね、このボールの行方で成功か失敗かみたいな感じの判断をしていきたいなと思います。こういう前にね、弾けた時、これが成功と。で、あとは敵にぶつかっちゃったりとか、もしくは、こんな感じでですね、出してる方向とは全く違う方向にボールがいっちゃった場合ですね、こういうのは失敗というような形で、判断していきたいなと思います。こういうのとかね、こういうのとか失敗だなというところで判断をしていきたいなと思います。使っていく選手ですね、アーノルド選手を使っていきたいなと思います。ディフェンスセンス系がね、70前後の右サイドバックが良かったので、ちょっとアーノルドを使っていきたいなと思います。というのもね、70前後の1、2、3のね、違いっていうのは割と大きかったりはするので、そこで、違いを見ていきたいなと思います。さあ、ということで、早速見ていきましょう。まずはですね、ゴールキーパーディレクティングディフェンスが発動していない状態ですね。ゴールキーパーはシュマイケルの状態でやってきましたよというところで見ていきましょう。どうですかね、実際皆さん使った方いますかね。使用感とか、違いがあったらぜひ教えていただけたらなと思います。皆さんには何十本かね、最初の何十本かをね、見ていただければなと思います。はい、ということで見ていただきました。ということで、どうでしょうかね。まだね、フォートレスとかの時の検証の時よりは、なんか成功率高かったんじゃないかなっていう印象はあるんですが、まず結果を見ていきましょうか。こうなりました。ドン。はい、ということで、75% でしたね。意外に成功してるなって感じなんですけどね。ここまで上がったら、これ以上上がるのかなって感じもしてるんですけど、では、ここでゴールキーパーディレクティングディフェンス、ジェイコ・コスタを置いてですね、やっていきたいなと思います。ということで、いきましょう。さあ、ここからですね、どうなるかな。結構ワクワクはしちゃってるんですけどね、どうなのかなって感じですかね。ゴールキーパーディレクティングディフェンスって正直ゴールキーパーをやった身だからするとですね、ゴールキーパーがディフェンスに指示するのは当たり前なのでそうね、当たり前なスキルだなとも思いつつですね、はい、後ろからのコーチングがうまいっていうことなんでしょうかね。はい、というところで見ていただきました。どうですかね。というところで、ちょっともう結果見ていきましょうか。こうなりました。ドン。成功率 77% ということで、微増。いや、これ、そうですね。正直、数字では一応、微増はしたんですけど、どうだろうな。ちょっと100本中の2本とかって正直だから多分何回かやったらこれ逆転もあり得るだろうしっていう感じはしましたね。明らかな違いが出てるかと言われるとそうではないかなとは思いましたかね。なんとなくね、見た目はなんとなく良くなってた気はしたんですけど、なんかいい動きしてそうな気もしたんですけど、成功してるやつだけとかで見比べるとね、意外にそんな変わんないなみたいな思ったより変わってないなみたいなところとかね、逆に別に何も発動してなくても意外に止めてたりするなって部分もあったので、ちょっとプラシーボ効果的なところはあるかもしれないなと
思ったりはします。で、あとはですね、一応今までのとこで話をしていくとですね、フォートレスの時は、明らかに変わってですね、だいたいプラス5ぐらいしてるなっていうのは結論付けています。で、その後、今度はスーパーサブですね。このディフェンス、ここもね、ギリギリ変わったかなっていう感じだったんですよね。で、いろいろ数値見ていった時に、だいたいプラス3ぐらいはされてるだろうなというところで結論付けているというところが現状です。で、そうすると、今見る感じだとね、正直変わってないなっていうのが結論なので、とすると、スーパーサブほどもいってないんじゃないかなと。というところで、そうなると、3未満、1か2とか、そんな感じに考えておくのが一番いいのかなと思いました。でも一番その辺は納得はするかなと思いましたね。なんかこれで上がりすぎててもねっていう感じもするから、そういった意味では一番納得しやすい結果にはなってるのかなとは思いますかね。ディフェンスライン全員がプラス1か2かされるって考えたらかなり大きいかなとは思いますしね。ちょっとこれ以上はですね、ちょっと詳しく調べるのがなかなか難しいなとは思っています。なんかいい方法あったらやりたいなと思うんですけどね。ちなみにディフェンスセンスとかで言うとね、足の速さがとかいうのもね、過去にやったことあるんですけど、そんなには分かんなかったし、ボールを取りに行くね範囲の広さっていうのもロングリーチタックルの時に検証やってるんですけど、ディフェンスセンスでは変わんなかったので、そう考えるとなかなかそこはねダッシュ測定みたいな感じで明確に分かるかって言ったら分からないので、ちょっとそこはね今後何かいい方があったらまたやっていきたいなと思います。ということでですね、今日は一旦結論です。ゴールキーパーディレクティングディフェンスが発動するとディフェンダーに守備に関するブースターがつくぐらいに考えておきましょうとします。はい、というところでね見ていただきました。プラス1か2、1ぐらいで考えておくのが一番無難なのかなとは思いましたね。ディフェンスライン、3人だったら3人、4人だったら4人、5バックだと5人になりますけど、そこにプラス1ぐらいされるって考えたら一番納得もいくところかなと思います。少なくとも3は上がってなさそうな感じはしましたね。そう考えるとですね、一番納得はするんですけど、ディフェンス能力がね70代とかの選手がいたら、このプラス1プラス2はねでっかい部分もあるのかなとは思うんですけど、最近のインフレを考えるとですね、ここの数値がですねさらに90とか90後半とかになってくると、そこでのプラス1がそんなに影響するのかなっていうねところはちょっとさらに分かりにくいんじゃないかなと、使用感としてはさらに難しいんじゃないかなと思ったりはしますので、ディフェンスラインに全員にねプラス1のブースターをつけれるか、シュマイケル使うかみたいなね、この選択肢の天秤にかけていただいて、皆さんの中で、どっちの方がいいかなみたいなところで考えておくと良いかなと思います。そうなると結局ねガチスカのゴールキーパーっていうのはあんま変わんない方向なのかなとは思いましたかね。ただ美課金とかまだ始めたばっかりでっていう場合は全然ね普通にこのゴールキーパーたちみんな強いので、普通に使っていただく分には全然良いのかなとは思いますけどね。はい、というところでしょうか。あとはねスーパーサブとかフォートレスとかこの辺もねちょっと検証はしたいんですけど、いかんせんですねこんな感じでですね違いがあんまりわかんないので、ちょっと調べようがあるのかっていう、ただ今までの傾向からですよ、今までの傾向から言うとスーパーサブと何かとかっていうのはあんまりスキルはね併用されないことの方が多いです。フォートレスとスーパーサブとか今までも検証しましたけど、そこはね変わらなかったので、そう考えると併用はされないと考えておいた方がいいかなと思います。いい方が多分優先されるとか、なんかそんな感じになってるんじゃないかなと思います。はい、というところでいかがだったでしょうか。ちょっと急ぎでね検証してみたんですが、ちょっと出すのはだいぶ遅くなっちゃってるかな。ちょっと今これもう超えてってるのがもう深夜になってるんで、これ出してんのが金曜日の夜とかになってるのかなと思いますが、この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方でね、高評価、チャンネル登録してあげると嬉しいです。はい、ということで最後ね、雑談して終わりたいなと思います。はい、ここからね、雑談になっていきます。変わんなかったね。なんかね、もうちょっと手応え的には変わってほしい気もしたんですが、多分バランス的にもなかなか難しいよなと思いつつですね、この辺が無難なのかなとは思ったりはします。ロマン的にはね、もう少し変わってくれてもいいかなとは思ったけどね、難しいね。ただね、俺思うんだけど、これぐらいの微増な違いだったら言っちゃっていいと思うんだけどな。なんか使っても正直わからんレベルじゃない、これって。でそう考えるとさ、もう明確にディフェンスセンスプラス1されますとかって言われた方がまだねいいなとか思ってるんですけど、どうですかねコナミさん絶対ないけどね。
はい、というところですかね。なんかいい方法ないかな。なんかちょっと見つけれるといいんですけどね。パスみたいな感じで見つけれるといいんですけどね。まあ、ちょっとそこはまたやりたいなと、またなんか模索していきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。てかさ、全然関係ないんだけど、スイッチ欲しい。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さん、この動画どう思いますでしょうか。皆さんのご意見、ご感想、クレーム等々あればですね、コメントで教えていただければなと思います。4万人を目指しておりますので、この動画良かったら参考になった面白かったなと思った方ですね、高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。ということで今日はですね、ゴールキーパーディレクティングディフェンスについてやってきました。大きな違いっていうのはなかなかね、難しいかなと思うんですが、またいろいろやりたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。